猫のいる町第4章。小生の住む小さな祠もすっかり晩秋の風情になった。冷え込みの厳しいある夜、小生がうとうとしているとガサゴソと人間の足音がしてビクッとした。この祠に深夜に訪れる人間、これはただものではない。泥棒か、それとも。小生は息を殺して見守っていた。すると目の前に現れた人影はなんと例のカメラマンではないか。この男、白装束に身を固め、その上にたすき掛けである。真夜中に祠の境内で座禅を組み、霊を監督するつもりらしかった。たすきには墨黒々とおさり沢領と大書きしてある。神様に名を覚えてもらおうという魂胆である。さらにローマ字で両おさり沢と書いてあるのは何であろう。西洋の神様にまで色目を使っているのかもしれぬ。まったくせこい男である。男は境内の隅にビニールシートを広げ、どっかりと座り込んだ。目を閉じて瞑想にふけっている様子である。しんしんと夜が更けていった。小生も今夜は寝ずの番をするつもりである。しばし背筋がぞっとしたように感じた。異様な装束に惹かれたのか、どこからか 2,3 体の低級霊が男の周りに集まってきた。そばをうろついたり、鼻の頭を触ったりしている。男は寒いなあ、ハクションと言っているが、まだ何も感じていない様子だ。よくもまあ鈍感な男である。ひたひたひた、また足音が聞こえる。闇の中から現れたのはまたしても白装束。女である。牛の国参りであろうか。小生、こんなのを見たのは初めてである。今夜のこの場が異様な者たちを強烈に引きつけているようだ。白装束の女は境内の手頃な木の幹に人型の紙を貼り付けると、かすかな声で祈りを唱え始めた。テレビなどで見る藁人形に釘を打つようなことはやらない流儀らしい。祈りは続き、時は刻々と過ぎてゆく。するとどうであろう。幹の向こう側に苦しげにうめく女の霊が出現したのだ。白装束の女が祈りに力を込め始めた。苦しげなうめき声も一層高まる。そして白装束の女の背中から別の霊が抜け出てきた。鬼のような恐ろしい顔をした女の霊である。白装束の女の唇の動きが止まり、霊そのものが激しい呪詛の言葉を吐き始めた。苦しむ霊はすでに断末魔の叫びを上げている。あまりの騒々しさにゴキ殿も目を覚まし、小生の傍らへやってきた。なんという騒ぎでござろうか。にゃ、驚いたことに桜尾先生が慌てふためいて帰ってきた。いつもこんな時間に帰った試しはないのだが。なんじゃ、牛の国参りか。せっかく碁を魚にいっぱいやっていたものを携帯メールに呼び戻されちまった。携帯メール？ゴキ殿、そんなの送りました？いやいや、あれは行為の霊や神々が持っておられる尺のことじゃよ。先生、若者受けを狙って携帯メールなどと言っておられるが、聖徳太子もいつも見ておられるじゃろう。尺は霊界通信端末なのじゃ。この祠に緊急事態が発生したので、桜尾殿の尺にメッセージが入ったということじゃ。桜尾先生は白装束の女の背後に出現している霊に向かって臨氷島社会人列在前やキリッと喝を入れた。その後から静かに諭すように言葉を続けた。何を恨んでおるのだ。恨みは恨みで膨れ上がり、他人を苦しめ、さらに己を苦しめるのじゃ。悟りなされ。心の恨みをばこの祠に吐き捨て、きれいな心で上に帰りなされ。しかし霊の表情は一層激しさを増し、火のように呪詛の言葉を吐き続ける。や、霧、桜尾先生、まずは霊を鎮め、話し合える状態に持ち込もうと必死である。
オンコロコロ、センダリマトウギソワカ、オンカカ、カムサンマエイソワカ、宗派を無視して仏教の呪文まで動員しているようだ。オンアビラウンケンソワカ、その瞬間、霊がキャーッと叫ぶと、透き通るばかりに美しい女の姿に変わった。ごめんなさい、ごめんなさい、泣き崩れる女の霊。どうしてこのような恨みを持たれたのじゃ。王に話してみなされ。騙されたことが悔しくて、死んでも死んでも恨みが晴れませんでした。それで同じように捨てられた女に取りついて、涙とすすり泣きでほとんど聞こえぬが、女の霊は心の竹を吐き出しているらしい。苦しんでいた霊の方もはっちりと目を開いて、自分を呪っていた霊の話を聞いている。その目には涙さえあふれていた。もうよい、もうよい。御身を騙した男は煉獄の苦しみを味わった。その罪は償ったのじゃ。御身の恨みもここに吐き出し、美しい魂に戻ったのじゃよ。ごめんなさい、ごめんなさい。霊が消えてからも、白装束の女は泣き続けていた。御身、もう恨みは消えたのじゃよ。御身は憑依されておったのじゃ。早く家に帰り、その衣装をば脱ぎ捨てるのじゃ。目に涙をいっぱいにため、女は早足で立ち去っていった。苦しめられていた方の霊も、にこやかな表情でずっと消えてしまった。本当の自分の体に戻っていったのだろう。桜尾先生、ふーっと息をつき、祠の奥へ消えていった。ご木殿も小生も、興奮が冷めやらぬのか、話もせず立ちすくんでいた。ところであの男、目の前で起こった事件を一部始終見て、霊の存在を確証したと思いきや、ビニールシートを丸めてぐーぐー寝込んでいる。またしても霊界からのメッセージを聞き損ねた。気の毒な男である。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。